どうも、フィッシャーズシュークです。元木ザコの方だままさ本日の動画なんですけど、緊急招集どうした？まあそうですね、どういうこと？この動画は本当迷ったんですよ。出すか出さないかというか、どこで出すか出さないか。このメインチャンネルで出す気なかった動画なんですよ。はどこに出す何故？それは何、こちゃんで撮ってなんかかってしまったみたいな。い、そういうことですね。そういうこと？そうなんちゃう？今日の動画ですけど、心霊になります。ちょっとなんかね、照明も暗めだもんね。ここ最近、その僕なんですけど、心霊現象が多発しておりまして、また寄せてんの？動画で言おうと思って、これはあえてプライベートであんまり喋らなかったんですけど、聞かなかったね。確かに。まあ夏になったらしようかなと思ったんですけど、決定打が起こりすぎて、これは絶対動画にするしかないわと思ったんですよ。軽く小話なんですけど、まず、僕がですね、個人チャンネルを撮ってたんです。まあ、いつもながら僕の部屋で撮ってたんですけど、まあ、そちらの動画をね、ポンと流します。どうするこれで、また小田栄一郎さん先生、なんか変だったな、今の言い方。どうするこれで、また小田栄一郎さん先生、なんか変だったな、今の言い方。なんか変だったな、今の言い方。今ね、見てもらったんですけど、まあ、僕がカードをめくったりとかしてる撮影、まあ僕やってるじゃないですか。ああ、じゃあ別にお化けのことやってたわけじゃない？やってるわけじゃないです。その最中に完全に女性の笑い声が入ったんですよ。怖ー。ユンちゃんじゃないの？じゃないです。その時は僕しかいません。自分は聞こえたの？俺は聞こえなかった。あ、そうなんだ。編集してたら気づいた。編集して俺が気づいたというか、編集者が気づいて、これちょっと誰ってなって、俺も見たら、あ、本当に入ってるわと。確かに聞いたら、あ、これ俺の声じゃねえなっていうのが入ってた。で、自分のプライベートハウスでも実は起きまして、絶対に今人が通ったぞっていう音とか、その壁から音聞こえて、でそっから押し入れの方に行って玄関抜けていく音みたいな。で、誰だって俺がずっとこうやって起きてて、もう察したのよ、なんかいるって。で、バッてベッドから起きたら、押し入れコトコトってなって、今玄関行くわって言ったら、玄関でドアロックがカタンってなって、どっか行くみたいな。そういう音とかがあって、ここ最近ちょっとそういうのが多かったの。多いんだ。そう、結構物理的に何か起こしてくるみたいな。今日皆さんに見てもらいたいやつが待って、もう見なきゃいけないんだよ。パソコンがね、これ病院に置いてあるから何かしら見るとは思ったんですね。だいぶ前だよ。心霊ハウスって言われてたシルクのやったじゃん。あれちょっと思い出したけど怖いんだよ。あれでさ、喋ってる時にさ、みんなでなんか空間的ななんか分かる？時空が歪んだ。あれ一番怖くて、こういう動画の時やってる時。心霊動画で多分一番多く見られてる動画じゃない？うわ、でも鳥肌がやすげえ。フィッシャーズの動画で今まで起こった事例、まあざっくり言うと、まあ音が入ってました、声が入ってましたのパターンと、時空が俺たちのカメラの向こう側で明らかに歪んで全員気づいたのと、そうだね。あとマネキンの横から顔が出たりとか、いくらでもあるじゃん、ぶっちゃけ。マジでやる。あとハイヒールのやつがこの近くまで来たりとか、まあお祓いの時にンダホくんがその時呪われてて、そうそう、いきなり泣き出すとか、目つきが変わっちゃったりとか。そうで、まあもっと言うと「係」っていうね、映画が僕作ったんですけど、僕の実体験のホラー映画とかあるのでぜひ見てほしいんですけど、今回のやつはですね、一歩間違えたら結構怪我だなっていう。何？僕個人の動画で見える人には見える展っていうところに行ったんですよ。あったねあったね。まあどういうことかっていうと、霊って見える人見えない人いるじゃないですか。言うよね。霊感が強い弱いで、見え方も人それぞれなんですよ。そうだね。で、そういうのをじゃあ疑似体験できるよっていう展示会があったんですよ。すごい。それはじゃあ見える人が作ってんだ。体験型の展示会があったんですよ。で、そこにもちろん、撮影するっていうのもあるし、そこでね、協力のもとだったんで霊能者さんもいたわけですよ。で、やっぱり一般的に考えて、霊って知らん人からしたら何言ってんだそれみたいな。まあね、信じない人からしてもね、そういうのもね、あるしな。しょうがないをちょっと信じてしまうような動画なんですけど、ちょっとフィッシャーズメンバーも経験が
がね結構その、もう何年間も積み上がってるからあ、そうだね。ちょっと感覚麻痺してるところはあ否定るけどしたいのにしきれないんだよね。そうなんだよね。見える人には見える点うわ、そこにに来たの。僕スタッフとバディさんと一緒に3人で行きました、はいまあ、バディさんっていうのはウームのマネージャーさんですね、展示会の前でオープニング撮ろうと思ったんですよね、いつも通りだね。で、じゃあ撮るかって言って、じゃあ回してってカメラ回してもらったんですよ。そしたら妙に視線感じてパッて見たら、猫がいて、猫が俺から一生目離さないと思って、で、そのくらいは普通にあるじゃない、なんかすげえ俺のこと見てんなと思ったのよ、でちょっとずれてもずっと俺のこと見る。他の人には全然目も合わせないとか、他の人結構いいのよ、展示会だから。まあそうだね。全く見ないの。俺だけこうやって見てくからなんかちょっと不気味だなと思いつつ、まあでもオープニングで話そうかってオープニング撮り始めたね、そしたらあることが起きて、まず話したいのは展示会その時間帯やってます。だから人が出入りします、営業時間なんだ。はいっていうことを考えて見てほしい、そこで動画いいんだの？今もなお YouTube では心霊動画を撮り続けて、かなりいろんなね現象に巻き込まれたりだとか、霊能者の方と一緒にね動画撮ったりとかしてるんですけど、見える人には見える点に、今からねお邪魔しようかなと思っております。ちなみになんですけど、僕心霊写真撮れたこと、あります。何度もあります。で映像にも何度もあります。一番怖かったのはですね、僕の家のものが何よ、びっくりした。何めちゃくちゃびっくりしたんだけど、僕の家のものが動いてる写真とか動画が撮れたような時に後ろ動くのダメじゃない？こういうの中で起きんのかな。マジ何なのあれ。何これ、何これ、何ここの扉、何これ。で映像にも何度もあります。一番怖かったのはですね、僕の家のものがうわー、びっくりした。何よ、これで映像にも何度もあります。一番怖かったのはですね、僕の家のものがうわー、びっくりした。何よ、ここ見てほしいんですけど、そこでなんかね、これこの扉より後ろに行ってるから、こう立てかかってんのにこう倒れたんですよ。確かに何度もあります。で映像にも何度もあります。一番怖かったのはですね、僕の家のものが要は人が入ったりして普通にやってる展示会なので、こんなこと起きちゃいけないんですよ。そうだよね。だからこれ当たっちゃうじゃん。そう展示想定された、しかもあれではない。薄い扉だったら今ちょっとさ、手前のさパネル風でちょっとだけ揺れたじゃん、そのレベルで倒れるドアじゃねえもん。そう、めっちゃ重いしでかいのが倒れ方としてはだっておかしいもんな。こうだったのにこう倒れてきたの。これ見える人には見える点は、廃墟とか樹海とかをこう行って、こういろんな写真を撮ってきて、その風景があって、ここに霊がいますよっていうのをこう丸で囲われたりとかしてた。はいはい。そうだから見えない人でもここにいるよっていうのが見えるみたいな、こんな感じで見えてるんだ見える人はみたいな、そんな展示会だったんですけど、ここブース回った後最後にこの部屋に来てくださいって場所で、ここ撮影禁止ですって言われたんですよ。でなんでってなるじゃん。見たのよね、奥にはパネルがあって人が触れないようになってるんですよ。で壁が作られてるの、だから中からは何もできない。ただカラカラってどかすとパネルが奥にあって、その手前にここには霊体がたくさんいるんだけど、最後の順路なんで僕行ってきますね。だからここで待っててください。じゃあ行ってきます。びっくりした。なんか
そういうことか。最後そういうことね。待って、いよいよ怖くなってきた。さっきのだって位置ここだぜ。じゃあ最初の超怖いよ。ここなので、その日ね、来た人と話したりとか話聞いたんですけど、その部屋で撮影する写真真っ黒になるんですよ。出た。そう、撮影禁止なんだけど、その霊能者さんとかにいいですかって言って、まあいいですよって撮ったのが黒くなってる。この扉が倒れた時間に霊能者さんが霊障の話を中でしてたの。多分何かその霊障の話がいっぱいいろんな人がして、で霊力の高い人が誓ったから、その瞬間になんか歪みみたいなのが生まれて、一瞬気を荒立てたというか、ふっってなって、この扉がバン倒れる。で俺この時霊障の話してるんですよ。ここさっきまでお客さん歩いてたんで、これわざと要は人為的にやろうと思ったらこれ大問題なんですよ。問題だね。そう、お客さんに当たっちゃう可能性があるじゃん。でなんだったら俺がさ、じゃあ入ってみましょうでタイミング間違えたら俺が当たってるじゃん。しますよね。だから絶対に人がやったものではない。でこの時そよ風がちょっと吹いてるぐらい、そんなにもう風とも思えんぐらい、ちょっとなんか少し肌に当たって涼しいかなぐらい。マイクが拾えてるからこれ。そうそうそう。だから強い風は吹いてないんです。そもそも風の吹き方的にこうは倒れない。そう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 。後で展示ブース回ってカラカラってやったら、あれこの部屋ってさっきの扉あった場所だよなってなって外回ったらここだったんです。だからもしタイミングずれてたらこれ直撃してんのよ。まあそうだね。そう本当に。でこの時間って確かになんか変な感じというか、そうさっきのその猫が見てるとかも別にさ覚えてないじゃん正直。まあそうけどだね。なんか変だなと思ったから俺も覚えてる。でもめっちゃ見られてなんかちょっと気持ち悪いなと思って喋りだしたらこれ。うわーマジか。そうで後で話したら霊の人とかに話したんだけど、これ見てもらったのこの映像。一瞬のこの霊力のぶつかり合いみたいな空間に耐えらんなくてエネルギー出して倒した。でそれこそポールダーガイストみたいな、そんなことあるんですね。一回もなかったんだけど、こういう扉が倒れるとかっていうのが起きたって。だからみんなスタッフ全員なんだ何が起きたって。まあね、そうだよね。これ起きた瞬間全員出てきたんですさ、ブワーって出てきて、扉倒れたって。まあ多分これは霊だろうなっていう話をしてて、でそれこそ早友さんとかも動画で共演させてもらったじゃん。そしたら「ちょっとびっくりですね」みたいな、その入った瞬間になんかちょっとこう変な感じになったのは分かるんですけど、まさか扉倒れるとは思いませんでしたのが起きて、あ、うちのだからバディさんとスタッフはこんながっつりの心霊現象初めてだって言うんですけど、わかりますよ。そうだよね。そうで時間も時間もう普通に16時とかね、だからもうね全然そんな夜じゃないんだけど、もうびっくりした。初めてちょっと体感したわ。そうだよね。そうで全員に聞いたけど、いや風も全然吹いてないし、立てかけられ方もねこうだから、そうだね。そう、まあ、要は背もたれに寄っかかってる状況だから、こう下にスライドすんなら分かるけど、まあね。こうは倒れねえだろっていう話になって、でもちろん人が入ってる形跡もないし、人が入れない場所だし、これだって今回のために作ったもんじゃなさそうだよね。じゃないです。そのまま倒れてきて、なんか霊障の話するとさ、人がなんかその霊が寄ってくるって言うじゃない。怖い話すると霊が寄ってくるとか、修学旅行とかでよく脅されたじゃない。そう怖い話すると霊来るよみたいな、同時多発的にじゃないけど、中でも霊障の話してて、外でも霊障の話してる、で霊能者が話してる、で俺が話してるっていうのでバチってなんかぶつかり合ったらしく、霊能者さん曰くで、その間にある空間で起きた。これはちょっと個人チャンネルにしない方がいいなというか、怖すぎる。これは思いっきり起きちゃったから、こんなはっきりあるんだ。そうはっきり、しかもちゃんと見えてるから、そうだね。映ってるから、この場所が絶対に外れてないしね。外れてないのよ外れて扉。ないんだよね、見た感じそうね。外れるように見えねえんだよ。そう外れてないの、ちゃんとはまってんのに倒れたのよ。しかも外側ってか内側から外側に向けてね。そうそうそう、こっちに謎すぎて、謎すぎるね。そうこんなことあるんだってさ、霊能者さんもいやよっぽどじゃないと起きない。ということで、ちょっといろいろとね展示会見させていただいたんですけど、霊能者の三好さん、三好と申します。よろしくお願いします。回って実際に見に行かれて、いるってなったところを写真撮ったみたいな。
そうですね、もうロケに同行して全部あそこにいるので撮ってくださいっていうので撮ってるので、もう漏れなく写ってる写真。撮ったらいるじゃなくて、いるから撮ってたんですか？はい、もう人のスナップ写真撮るのと一緒で、もう何にもないところを指さしながらあそこにいるんであれを撮ってくださいとか言って、カメラマンさんはどこにいるんですか何体いますかみたいな、画角どのぐらいですかみたいな、こっちのああいう人がいてここにこういう人がいてなんで、このぐらいの範囲で撮ってもらえれば写ってるはずですって言って、結構連写しないと写ってなかったりもするんで、そうなんだ。そう連写してもらって何枚かのうちの1枚だけ写ってたりとかするんですよね。なのでもういっぱい撮っていただいて、それをこう私と早友さんで選別して解説をつけてっていう。いや、早友さんも選別できんのすげえな。もう2人でポイ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 といますねって言って今回の写真見させてもらって、確かに何枚かっていうのがやっぱあったというか、こうぼんやり緑色にこう苔むした感じというか、で見える時と、なんかほんと影で見える時と、多分ここにいるなっていう人間が見える時とだ、なんかいろいろあったんですけど、やっぱ見た時にも何枚かそれが。すごい皆さんね、いろんな見え方やっぱしてて、人によって違ったりって、そうなんですよ。白っぽく見える人もいれば黒っぽく見える人もいれば、なんかこうかげろうみたいになんかゆらゆらして見えるって人も今日いらっしゃって、なんかね見えてる人率高いんですよ。なんかわかんないけどなんかたまたま集まっちゃったんかな今日。芸能者率半分超えてます。過半数霊力高めの人たちが、そうやばい霊って、こいつ絶対に違うな方がいいなっていう霊は判断するのってやっぱ目とかになるんですか？なるほど。目は一番分かりやすいですね。ものによるんですけど、霊ってどっから入ってくるかって結構目からだったりするんですよね。なんか野生動物とかと一緒で、取り付きたい霊ってこっちの目をこう覗き込もうとしてくる。でそれにこう目がバチッと合ってしまうと、こっちのエネルギーが向こうより弱いと入られてしまうっていうのがあるので、基本目は合わせない方が、目と呼吸が主。呼吸？はい。いる場所とか、なんかこう空気を吸ってしまうと、やっぱ体の内側粘膜につくっていうのが一番良くないので、ウイルスみたいな感じなんだね。ウイルスとか Wi-Fi みたいなもの、Wi-Fi も同じなんだ。気の悪い場所にいて、その霊の近くの空気を吸ってたりとかすると、やっぱ憑依しやすくなっちゃったりするので、街歩くたんびにそんなやつもたまにいるってことですね。そうですね、たまにすれ違ったり、あとやっぱそういうやつほど覗き込んできたりとかするので、なんか歩いてるとこの辺から見えてるみたいな聞きながらこう覗き込んでくるっていう、見えてませんよってして歩くっていうことはよくあるんです。なぜそれは見えるんですか？私の場合は本当に家系的に代々血筋的に見えるっていうのはありますけど、でもそういうお家だからこそ、やっぱりそんな普通のご家庭ってあれですけど、そんなんいるわけないでしょとか、気持ち悪いこと言わないのって言われて見えなくなっちゃったみたいなケースってよく聞くんですよ。ちっちゃい頃見えてたんだけど、やっぱお母さんにそんな気持ち悪いこと言わないのとか言われてやめちゃったっていう人多いんですけど、うちはもう親も普通なので、なんかそう見えるって言ってもそうだねっているねっていう環境だったのでこう遺憾なく才能が伸びたみたいなところはあるのかもしれない。やっぱり親って自由にさせた方がいいんだなだから写真を見たら大体こう、何が写ってるっていうのが分かったりとかするっていうことですかね。そうですね。でも写真から読み解くの結構大変なので、ですよね。写真で見えてる方はなかなか才能高めというか霊力高めの方だと思います。じゃあちょっとここに来させていただいて、一番最初にここの展示会の前で動画撮影をちょっとさせてもらってたんですけど、僕喋ってて、そしたら後ろの扉急に倒れたんですよ。ちょっとその映像を見てもらいたいなって思ってて、もうこのカメラで撮ってたんで、見てもらおうか。ずっとここにいらしたわけですよね。ですよね。ものすごい音鳴りましたよね。ものすごい音鳴りましたね。何事かと思って。ですよね。僕その時撮ってたんですよ。で映像にも何度もあります。後ろの扉が一番怖かったのはですね、僕の家のものがおー何よっていうのが綺麗に来ましたね。綺麗に部屋、内側誰も入らない仕様になってるので、見ていただいてわかると思うんですけど、見ました。内側で人が動いたからとか触れたからでは全くない。そうですよね。
僕もさっきその部屋見たんだけど、壁触れないようになってたね。そうです。この展示最大の訳あり部屋の外の雨戸がバンって言ってましたね。一回もあんなことなくって、あれが倒れた瞬間に内側で霊障の話をしてたんです、私たち。まあ、要は見に来てくださった方のお身内にどうやら霊障が起こっているらしいみたいな話をしていて、しかも同じそのぐらいの時間帯に中で写真を撮っていた見学者の方から、後でカメラロール見たら1枚だけ真っ黒な写真あったって来て、その人の同行者からも「え、私も?」って言って、2人ともその真っ黒な写真が撮れてるんですよ。だから多分いらっしゃったその瞬間になんかこうそういういろんなまがまがしい霊力がガチッと組み合わさっちゃって雨戸がバンっていった可能性は大いにありますね。しかも俺その時霊障の話したもんね。外で。でもこんだけその同時に霊力高い人間がこの霊力の煮詰まった場所でその話をするとなるとやっぱ実体化しちゃうんでしょうね、霊側も。あれすごいよな。すごかった。すごい倒れ方です。すごい。じゃああれ見てもちょっと異様な異様ですね。っていうのはこれはもう塩をぜひ巻いて帰ってください。これ配ってますよ、会場でね。どうしようねこれね。相当すごいの撮れてましたね。いや本当に大体ああいうのってなんかガタガタガタってなってバンっていくじゃないですか。そのまま行ったの。見える人には見えるって来て、俺はまあその世界を楽しもうと思って来たんだけど、まずそんなことになると思ってなかったから締め方超迷ってるっていう今。はい、じゃあ僕怖いんで出ますね。いやもう怖いんでありがとうございました。ありがとうございました。いろいろとお話をありがとうございました。逆にこの展示会だからこそ起こったとも言える。まあそうだね。で俺もちょっとその部屋からって入ったんだけど、まあ、ちょっと湿気が溜まってるみたいな。でなんかちょっと言葉発せなくなるような空間ではあったのね。なんだここみたいな。ちょっと気持ち悪い。違和感というかで説明とかそういろいろ書いてあったりして、ここだったよなさっき扉倒れたのっていうのに気づいた時にもう俺ゆっくり閉めましたよ。まあそうだよね。熊に会った時みたいな。そうとするでしょ。怖っと思って。入りしたくないよね。そう何度見てもやっぱ変なのよ。いや変だしマジでこれちゃんと俺見ましたけど人もいなかったし、しっかりその前にちゃんと入ってもらってるんだからもうゼロです人は。こればっかりはちょっと説明つかないというか、こういう展示会だから起こっちゃったんだろうなっていう。すごいもん取れたね。やばいね。お願いだから連れて帰ってこないでね。一応お清めの塩をもらって、はいはいまあ一応身を清めたりとか霊能師さんとかでも見てもらってそれはやってきたんですけど、冒頭の話の例とさ、こいつ違くね？いやそう確かに別の例だよね。関係ないよね、多分。そうだね。最近多いんですよから始まってるから別にさこれここ来る前から起きてんじゃん。そうシル君ちのね話と繋がんないもんね。繋がんないし、だから結局何にも全部解決してないっていう。その通り。一番怖いのは、俺がそもそも連れててここのやつらと干渉し合ったけどこうなるとかね。あでもちょっとありそうだから俺シルクについてるんじゃないかと思う。まあその説の方が正直確かにね。まあ霊媒師さん曰くまあ僕コンビニらしいんですけど、霊界のみたいな霊的な。でも入りやすいじゃないんだよ。そうみんな寄ってきて欲しいものだけ買って帰るみたいな。たまりはするけど泊まりはしないじゃん。だから来て元気もらって帰るらしい。そういうやつらしいのね。まあその絶えずいろんな霊は近くにいるっていう感じらしかで。そんなやばいやつなんだったら政府の秘密組織とかになんかかくまって何かで追ってもらってね。何かで監視してほしい。こち亀の世界線で世界線だね。鳥みたいに肩にさ森塩持っとけよ。そのくらいのことが最近結構起きてて、すごいね。じゃあこれだけじゃないんだ。そうこれだけじゃなかったんだけど、まあいっかって話さなかったのよ。これはさすがにじゃん。いやこれはちょっとコンセプトもコンセプトだしこの展示会の。だからもうこれは話すからその時にいろいろ最近起こった話をしようって思ったっていう。いやこれはメインだわ。そうなんかさ例えば前にも撮影とかでダーマと俺で行った ST の家とかもうゴリゴリになんか
聞こえたじゃん、正直霊道だったんだもんね。しかもダーマ自体はそこまで信用してないのよ、そうだから本当に自分の目で見るまでは信じないってタイプだから信じてないんだけど音だけはちゃんと聞こえたじゃん。そうね。しかも俺が駆けつけたのよ最後、あ、ダーマじゃあ下降りようかってなったタイミングで超でかい音だったじゃん、ボンってこういうレベルじゃないんだよね、もうみたいな。その相馬トランジスタの家行った時もあそこも結構いろんなことがあるよってなって俺と坂尾で行ったんだけど、俺らが喋ってる最中になんかここにあったもの落っこったじゃん。あ、怒ったそういうのあったんだけど、これに関してはこのレベルのものが落っこってくるってないじゃん。なかなかないし、こんな映像残せないよね。普段生活しといてもそれはねね。でなんか映ってないとこでガーンとかなら正直メインにはあんましなかったんだけど、映像で見れる場所でこれが起きたから全員が見える全員が見えるだからこれでもうこれを展示してほしい、この動画を。確かにそう見える人には見える点で見えない人が見えるようになる点これがちょっとここ最近では、いやこれおかしいわって怖いよ。でしっかりバディさんもスタッフもめっちゃビビってるの。やばいでしょそうでしょ。ビビるよこんな。ビタッと止まってんのにそうだね。そのまま来るのよ。だからだんだんなんかこっち来てるなとかが分かればいいんだけど、いいんだけどなんかそうじゃないんだよな。全くない。別に動いてないよね。そう動いてないよね。だからマジでオープニングに戻しても多分全く変わってない。全く変わってない。一歩間違ってたら大怪我だった。まあそうだね。直接的だね。そう結構重たいのよこの扉も。いや、音すごかったもん。オープニングあるあるでさ、もう少し話引っ張るかみたいうん。なの時間だったの。うん。それ引っ張らずにで俺ケツ決まってたのね。いち早く帰るためにもとりあえず入ってみよう。だけどちょっと霊障についてはこの初めて個人チャンネルもそうだしフィッシャーズを知ってくれる方もいるからちょっと霊障について話とか、話をちょっと広げただけなの、はい。それ広げてなかったら多分言ってんだよ。そうだね。そうだよね、タイミング的にね。タイミングじゃあもう入りましょうとか言ってたら。言ったらもうこう来てた。これに釣られてるけど動画全部見てみたら他にも何かあったりする。いやまあそれが怖いの。まだ僕見てないん確かにね。だよあるあるだよね。この動画。まあ実はここだけで十分じゃ十分だけども。まあ確かにね。ここれれだけでも。はもう動画見返さずに起きた出来事だったのでこれはちょっとみんなに見てもらってるけど、まあ後で僕もこれ見るんで見た時に何かあったらまた報告しようかなとは思うんですけど、マジでそのリアルタイムで起きたやばいことだったので、これはすごいです。霊がいないっていうのはさちょっと証明できないじゃないですか。まあそうだね。いないってのね、証明できないんだよね、一番難しいし、まあでもそのいやいねえよって言ってるかもしれないけどこれ見たらじゃあちょっと考えてもらえるかなっていう映像にはなってるのかなと。であとフィッシャーズ自体もそのいや霊いねえよって言ってる人に見せ続けたらいるかもなってなるような動画を出してるので悔しいよっていうのが、見れるような動画いっぱいあるんでね、まあ、夏とかはそういう動画上げていこうかなと思ってるんで、まあ、ぜひとも見てほしいんですけどたまたま撮れてしまった映像っていうリアルだからいや、リアルだね。いやーこれは怖い。そうメインに上げるつもりなかったので、それをねちょっと皆さんに見ていただけたらなっていう動画でございました。まあ皆さんも気をつけてください。これ霊的なことってどうやって気をつけたらいいんですか？はい、ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではせーのアデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーのアデュー。いやー、10周年